谷川の C 隊72分の1スケール航空自衛隊 F15J イーグルの仮組みを行うのだ。 C 隊のイーグルといえばいわゆる旧キット版ですね。昔から売られているロングセラーですが、今の感覚だとどんな仕上がりになるのか気になりますね。実はこのキット72分の1スケールとして世界で初めて F15 をプラモデル化した歴史的製品なのだ。世界初？それはすごいですね。初出はいつ頃なんでしょう？発売は1974年、 F15 の初飛行が1972年、実戦配備が1976年だから、まだ量産機が世に出る前のタイミングでキット化されたことになるのだ。なるほど。それならパネルラインや細部の形状が現代の基準とは違っていても仕方ないですね。まだ実機が固まっていなかった時期のキットなんですから。当時の設計資料をもとに YF15A、 つまり試作機ベースで作られているので、量産型とは細かい点でかなり違いがあるのだ。具体的にはどのあたりが違うんですか？例えば量産機では主翼単光円が斜めにカットされているけれど、試作機ではその部分が直線的だったり、エアブレーキのサイズも量産型ではかなり大きくなっている点が挙げられるのだ。さらに水平安定板も量産型の特徴であるドッグトゥースという切り欠きが本来はついていないのだが、初期キットではその切り欠きが再現されているのだ。つまり形状が試作、量産の混在状態になっているわけですね。その通りなのだ。説明書には試作1号機から3号機を再現したい場合は水平安定板の切り欠きを埋めるようにという指示が書かれているくらいなのだ。昔のキットらしさがありますね。とはいえその後の改修で量産型へ寄せていったんですよね。そうなのだ。まず1978年に発売されたパッケージで大規模な改修が行われたみたいで、主翼単光円が量産機に合わせてカットされ、エアブレーキのモールドも量産仕様に変更されているのだ。さらに着陸フックも追加されて F15A に近い形となっていくのだ。1978年の段階で F15A としての正しい姿に近づけてきたわけですね。そして1980年になると複座型の F15B デーキットが登場するのだが、これがまた大きな転換点で、後席コクピットを新設するため胴体上面パーツが刷新され、操縦桿が追加されたり、エアブレーキが別パーツになるなど現代に近い構成へ一気に進化したのだ。複座型用のためにキット全体の設計が見直されたわけね。そうなのだ。そして1982年になるとついに航空自衛隊仕様の F15J とアメリカ空軍の F15C が発売される。その際に追加ランナーが導入されて、サイドワインダーやパイロンが新規で付属したり、 F15J 専用の垂直尾翼が追加されたりと、現在の旧キットの構成がこの時点でほぼ完成したのだ。なるほど。ここでやっと現行の旧キット版 F15J の基本形が整ったわけですね。その通りなのだ。ちなみに着陸フックはこのタイミングでパーツ構成から消えているのだ。昔のキット特有の時代を感じる改修という感じで面白いですね。そして1988年、ついに完全新金型の新版 F15 が登場して、精密さは一気に現代水準に到達するのだが、旧キットの方も並行して販売され続けているのだ。ということは今でも72分の1スケールでは世界初の F15 プラモデルの系譜に触れられる貴重なキットということですね。そうなのだ。現代の精度を求めるなら新版がおすすめだけど、プラモシを楽しみたい、あるいは当時のノスタルジーを味わいたい場合はこの旧キットはうってつけの存在なのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の2機の F15J イーグルなのだ。背景は何でしょうかね。箱の中身はグレーのランナー4枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは3種類。第7航空団第204飛行隊で百里基地、第2航空団第203飛行隊で千歳基地、第5航空団第202飛行隊でニュータバル基地となる。なるほど。部品点数は全部で52点。72分の1スケールのジェット機としては部品点数は少ない感じですね。それでは長谷川の C 隊72分の1スケール航空自衛隊 F15J イーグルの仮組み始めるのだ。
最初に操縦席の組み立てなのだ。ふむふむ。操縦席は全部で3パーツ構成となるのだ。この操縦桿が追加されたパーツなのだ。その他にもケーキパネルもあるわけね。ケーキパネルは後ほど胴体上部に接着なのだ。ディテールはデカール表現となるのだ。パイロットはついてないのですね。この頃としては珍しくついてないのだ。次はエアインテークですね。エアインテークは左右それぞれ2パーツ構成。貼り合わせたら終了なのだ。次はエンジンですね。エンジンといってもノズルのみ。今は切り出して終了なのだ。総発エンジンなので2個あるわけね。次は主翼、垂直尾翼、水平安定板、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は上下分割で2パーツ構成。操縦席を挟んで接着となるのだ。胴体を接着したらノーズコーンも取り付けね。ノーズコーンの中には重りを入れる 3g の指示となっているのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなります。凸モールドながらパネルラインはシャープなのだ。主翼はどうでしょうか？主翼は左右それぞれ2パーツ構成。主翼かパーツに穴開け指示があるのだ。サイドワインダーを吊るすパイロンね。穴を開けたら主翼かパーツに主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも凸モールドとなります。ここで胴体と合体ね。胴体と主翼を組み合わせたらこんな感じとなるのだ。合わせ目は胴体の横に出るのと主翼と胴体の境目にも出るのだ。このラインは実機にないパネルラインなので頑張って消したいところなのだ。最後は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造なのだ。航空自衛隊は新規ランナーの方を使うわけね。続いて水平安定板なのだ。こちらはいつもと一緒ですね。切り出したら胴体に差し込んで終了なのだ。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割なっているので操縦席の開閉選択ができる。キャノピーの後部パーツは枠とガラスが分かれてますね。塗り分けが簡単になるけども断面が目立つのが嫌なところなのだ。断面を黒に塗るといいとか言いますね。古典的だけどね。次は足回りですね。まずは左右飛脚からなのだ。飛脚は左右それぞれで2パーツ構成。タイヤとス脚の構成ね。胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚も2パーツ構成となっているのだ。こちらも胴体に接着するカバーがありますね。次は細かいパーツの取り付けなのだ。ふむふむ。操縦席にヘッドアップディスプレイを取り付けて胴体上部にエアブレーキを取り付けるわけね。エアブレーキは開閉選択式となるのだ。そして最後は吊るし物ね。胴体下に増装を取り付けられる。増装は2パーツ構成となる。胴体にはスパローも吊るせるのね。スパローは4本吊るせるのだ。左右主翼下にはサイドワインダーも吊るせるのね。サイドワインダーは左右2本ずつ計4本吊るせるのだ。最後に総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケール航空自衛隊 F15J イーグルの仮組みレビューをお届けしたのだ。実際に仮組みしてみて全体的な印象はどうでしたか？旧キットとはいえ全体のプロポーションは良好だと感じたのだ。またこれまでに行われた金型回収の痕跡も確認できて資料的な視点でも面白いキットだったのだ。キット自体はパーツ数も比較的少なくて短時間で形になるのは魅力ですね。そうなのだ。一方でモールドが凸だったり細部のディテールがやや簡略化されていたりと時代を感じさせる部分があるのも事実なのだ。細部というとどのあたりが気になりました？エアインテーク周りや脚部かな。最新キットだとエアインテーク内部の奥行きや角度を選べたり脚部もパーツ分割が細かくなってより立体感が出る構成になっていることが多いのだ。最近のキットは胴体と主翼が一体成形になっていて主翼付け根の合わせ目が出ない工夫もされていますよね。そうそう。エンジンノズルも外装アイリス板の有無を選べたりするし選択肢が多いのが今の主流なのだ。まあ当時は外装アイリス板があるのが通常だったと思うけどね。透明パーツも少し癖のある作りでしたね。構造的には好みが分かれるかもだけど塗り分け作業を考えると意外と楽とも言えるのだ。とはいえ世界初の F15 プラモデルの流れを組むキットですからね。今でも入手できること自体ありがたい話ですね。まさにその通りなのだ。細部に強いこだわりを持たず完成させることを重視するのであればプロポーションは良く部品点数や工程も少ないので非常に取り組みやすいキットだと思うのだ。定価も1000円ですしね。
量販店ならさらに安く手に入ることもありますし、まずはこのキットで不十を作ってみて、そこから長谷川の新版やフラッツ、ファインモールドへとステップアップしていくのも良さそうですね。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。